非常に難しい質問です。なぜかというと、一つは我々の世代からそういうことを言うと相手にされません。思想のギャップっていうか、人生観のギャップっていうか、そういうものがあるのではないかっていう。別に私だって極端なこと言ってるわけじゃないですよ。にもかかわらず相手にしてもらえないですね。今私は町内会の役員やってるんですけど、なかなか町内会に若い人が入ってこない。町内会ってどういう意味があるかって、この私たち年代のコミュニティなんです。コミュニティってものすごく重要で、遠くの親戚より近所の他人ってこう言うんだけど、それは頼りになるんですもん。で、頼りになる人たちがそばにいるから。ところが若い人たちは頼りにしない。一つそこに考え方のギャップがあるんだろうと。ね、で今役員やってる連中はみんな70過ぎの人たち。若い人たちは入ってこないですもんね。どういうことはないかっていうと、今質問されたように、とてもその、今の、世の中っていうのは当然若い世代が多いわけですから、そこに我々が言う、ものがないんですよ。それは同じ年配の人でもあることに精通しているとか、あるいはあるものの権威だ。一つは大学教授だったり、あるいは作家の有名な作家であったり、あるいは芸術家だったり、こういう人たちは年を取っても若い人たちに言っても聞き入れてくれる。なぜかというと、その共通する部分が持ってるんです。我々が名もない仕事になったらね、若い人たちと共通する部分も持つことはなかなか困難じゃないでしょうか。好きな人はそれはね、見たり聞いたりする。ところがレクチャーみたいに一方的に言ったのはほとんど我々は発信できないですね。あんまり多様化しすぎてるんじゃないでしょうか。まあそれはいいことだけども、あまりにも多様化してる。だから今の政治家もそれらをこうまとめるっていうのは困難だと思ってるんじゃないですか。だから右翼の時々言ってみたり、あるいは左翼の話を極端なこと言ってみたりしているのかなという感じはしますけどね。特に今は持ってる価値観であるとか思いであるとか皆違いじゃないですか。だからそこを一つにまとめるっていうのはかなり大変だと思います。実は私電電公社時代2つ局長やってるんですよ。で毎年、局長が施政方針みたいなのを出すんですよ。その時なるべく目標を絞っていっぱい言わないで絞って、今年は山の松の木の旗を取りに行く。もう誰もが分かるような目標を立てる。ただし生き方はこれは閣下に任せるという話をするんです。でその他にいっぱいあるんですよ。やらにゃ。でそれぞれの閣下であとは自分のところでやらなきゃならんのは自分のところで考えてくれと。それは閣下に任せるからという言い方。そうすると山の木の上の旗だって言うとなんとなくそこにこう意識が集中しますよね。例えば
300人のうちいくらか分かりませんけれども、とにかく局長一人では仕事はできないわけだから、みんなが力を合わせてやらなきゃ。その力を合わせるというのはやっぱり明確に言わないとダメですね。もうあれもこれもと言ったんじゃダメなんですね。ですからなるべく明確に今年はこれだっていうふうに言って、そして分かりやすく今年はこれを目標にする。その方法はこうだって。あとはやり方は任せるとかって、もうなるべく課長たちが自分で咀嚼できるような分かりやすい言葉で言うということですね。ですから本当は、今自民党の政治家が総裁選にいっぱい出てますけれど、いっぱい言う人もいるわね。それ正しいと思うんだけれども、やっぱりスローガンが足りない。スローガン的なものを言った方がいいのかなっていう感じ。それはね、そのスローガン的なやつってのは目に見えるような短い言葉でこれだっていうふうに、言わないとリーダーはなかなかうまくならないんじゃない。だいたいリーダーって後ろにいっぱいいるわけですから、それを後ろの人たちはどこへ行くのかわからないのではいけないと思う。ところが今この時代がこういう時代だから、仮にお前やれってやってもやれないけどね、非常に難しい、ね。ですから仮に先ほどの話に戻りますけど、私たちが戦争の話とかそういうの、あるいは戦後に復興に頑張ったっていう話してもなかなか受け入れられない部分がどうしてもありますね。ですからそれは、そういうのを受け入れてもらうためには別な角度が必要なのかなという気がしますね。で、その別な角度っていうのは2つあると思うんです。一つはどこに向かっていくか、どの年代に向かっていくかっていう視点と、もう一つはその広く多くの人たちに浸透させるためにっていう方法はあると思うんですよ。方法はあると、その時最大公約数をどこに取るかっていうこと。ところが残念ながら私のような名もない人間だとそれが見出せない。先ほど言ったようにやっぱりある著名な学者だとか著名ななんとかがあった権威のある人とかっていうのはもうその人が言っただけでも聞こうとするじゃないですか。ですからそういう意味ではなかなかこういう幅広い考え方、幅広い考え方を持つ社会では難しいなと。ですから一番簡単なのは戦争みたいなのでね、やればやおなしこうなるじゃないですか。今やってるところなんかもやっぱり大変です戦争ってのはものすごく犠牲払うわけだけど、とにかく頑張っていこうという思いが、それは目的があるから、国民全部が目的があるからそこに頑張っていこうという思いが強いから、とにかくあれだけの犠牲を払ってもめげずに頑張ってるんじゃないでしょうかね。それが我々にはできないと。ですからおっしゃられるような、戦争の体験とか後世にそれを残していくっていう思いはありますよ。ありますけれども、なかなかじゃあ残す目的は何なのと聞かれたらなかなかそれ私はないですね。言えない。ですから皆さんのような方が、もうどんどんわけわかんなくなっていく戦
世代に対して記録として残す。それ記録して残すっていうのはそこにまた意味があるわけでしょうから、それはそれでよろしいんじゃないでしょうかね。ところが我々が今度は語る時、ある意味ではどうしても、単純にその船が沈んだ瞬間だとかその思いとかって言ったところでそこには何も残ってないんですよ。残るっていうのはやっぱりそこに哲学があったり思想が裏付けがあって初めてこう残っていくんじゃないでしょうかね。単に経験だけだとそれは残らないし、聞く人も単なる物語としか聞かない部分があるのかなという気がしますね。ですからなかなか伝えていくのが難しいですね。当時富士の病って言われた病にかかってある意味ではよかったかな。信濃のことを書き始めたんですよ。